シンシア歴499年4月5日、500年の平和を保つシンシア王国は間もなく建国記念日を迎える。間もなく母上の命日でもあり、シンシア王国建国の日。母上、僕、うまく触れていますか？ユータス、剣は誰かを倒すためではありません。心を守るために使いなさい。心を守る剣。母上のあの言葉、私は忘れていません。母上と同じマルセリーヌ、その名前を受け継いだマルセリーヌが20歳になります。お前は笑っているが、本当はずっと母上の影を追ってきた。そうだろ、マルセリーヌ。だからだ、あの子の20歳はただの祝いではいけない。サプライズに珍しいものを探そう。城の外に気づかれないように行くにはこれしかないな。サプライズの贈り物をしたら驚いてくれるだろうか。とびっきりの一品を探して、今日だけは国境を越えて行ってみよう。よし、これは最高の一品が手にできた。マルセリーヌも喜んでくれるに違いない。さて、帰るか。こんなところに村があるとは。息が重い。なんだこの空気は。なぜ誰も止めない？あんた旅人？手を貸すと損するぜ。この辺じゃ助ける奴が一番バカを見る。助けることが損？違うよ。これは食い物は強い奴が持つんだ。その子から手を離せ。ああ、旅人風情が口出すのか？損しかしねえぞ。損得で語るなら、奪う方こそ未来を失っている。なんだと？人の心を捨てれば国は崩れる。その始まりが奪うことを正しいと信じる行為だ。どうして助けてくれたの？理由なんかないよ。助けたかったからだ。大丈夫か？そんな言葉、ここ最近聞いたことない。このパン、パパとママのパンだったから取り返しただけなの。私は信じるよ。そして君のパパとママへの思い、それは愛というんだよ。愛？この村にはそんな言葉ないよ。でもね、君はパパとママのために奪い返した。そして私は君を信じたよ。旅人さん、変わってるね。よく言われる。ねえ旅人さん、
もう行っちゃうの？ああ、私は行く。もしシンシアに来た時はこれを門番に見せなさい。いつかまた会える。気をつけて、旅人さん。そして守ってくれてありがとう。守る。信じ合う心が消えた未来なんて見たくない。母上、人が理想を捨てたらどうなるか分かりました。この国の信じる心、必ず守ります。イサオス様、今日の新作持ってきましたよ。文句言わないで食べてくださいよ。どうかな、私は美食家だからな。ありがとう、いただくよ。さすがトムソンの料理は独特の旨味があるね。そりゃどうも、旨味は炒め続けた時間の勝利ですんで。はいはい。トムソン、そういえば最近食材が控えめじゃない？そんなことないっすよ。季節のあれっすよ。物流の波、気のせい。幼なじみに嘘がつけない顔だ。いや、国境があんな状態じゃ。国境？知らないんですか？いや忘れてください。本当にイサオ様には関係ないっす。トムソン、何があった？焦げてる匂い。やばい、おいら呼ばれてんの？イサオ様、失礼します。どういうことだ？国境で何が起きているのか、行ってみるか。誰か。なんだ？大丈夫か？どうしたんだ？お腹すいた。これ食べられるか？ありがとう。すごく美味しい。お兄ちゃん、いい匂いがする。お兄ちゃん誰？私は通りがかりの近くのものだよ。嘘だ。こんな服の人近くにいないもん。みんな明日のご飯もないのに。国境を越えてくる人たちに食べ物を渡しなさいって偉い人が言うから、僕のパパもママもお兄ちゃんも全部あげてるの。でもね、国境の向こうからたくさんやってくるから、僕たちもう食べるものがないんだよ。王様の命令信じていいんだよね。パパもママも頑張ってる。
苦しいけど信じてれば幸せが来るって言うから。ごめんねお兄ちゃん、ありがとう。ねえお兄ちゃん、僕信じていいのかな？あ、大丈夫だ。大丈夫だ。信じてるよ。だって信じてたらお兄ちゃん来てくれたもん。あの日、私は誓った。信じて待つ者を裏切らないと。また必ず行くよ。今度は一緒に歌って遊ぼう。この青、この光、明日は本物の海が見られるのよ。ちょっと、朝っぱらから踊り回ってどうしたのさ。何がそんなに嬉しいの？ねえエンバ、明日城の外に出られるの。え？20歳になる前なのにかい？そうよ、1日だけお父様が許してくださったの。この国を守る八将軍をお迎えに行くのですって。やめてエンバ、火事になっちゃう。ごめんよ。驚くと燃えちゃうんだってば。ねえ見て、この青い海、空に浮かぶ真っ白な雲。きっとね、この絵よりももっともっと素敵なのよ。外ってそんなにいいもんなの？もちろんよ。この城の庭よりも広い。緑いっぱいの森だってあるし、潮の香りも鳥たちの声も本で読んだだけじゃ飽き足らないわ。うわー！強い風は無理！あ、ごめんなさいエンバー、強い風入っちゃった。もういい加減にしてよマルセリーヌ。僕は弱い風でやる気が出て、強い風だと消えちゃうって知ってるでしょ？ごめん。でも外の風どうしても感じたくて。本当に気をつけておくれよ。大丈夫よ。あなたは私の大切な友達だもの。ちゃんと守るわ。そういうの急に言わないで。燃えるでしょ。明日本当に外へ出るの。エンバ、私どんな景色が見られるんだろう。知らないよ。僕出たことないし。それでも聞いてほしいの。私ドキドキが止まらないのよ。はいはい、まったく。僕は暖炉に帰ろ。明日が楽しみ。寝られなかった。どうしようエンバー。あのさ、昨日あんなに踊り狂ってたの誰だっけ？だって外へ出られるなんて初めてで、もし変な歩き方したらどうしようとか、人とどう話せばいいのか。知らないよそんなの。外の人間に聞きなよ。僕は城内住みの日だし。エンバー、昨日のもーっと素敵なのよーはどこ行ったのさ。マルセリーヌ様、お迎えに上がりました。もうそんな時間？行かなきゃ、行かなきゃ。失礼いたします。準備は整っております。
調子のいいお姫様だね。エンバ、お利口さんにして待っててね。うん、強い風に気をつけて。恐れなくてよいのですよ。世界はあなたが思う以上に広く優しい。風の匂いがこんなに違うなんて。これがあなたの国の息遣いです。あれが海。あなたがずっと夢に見ていた景色です。本当にこんなに広いんですね。マルセリーヌ様、大きくなられましたな。なんか違うな。プール、今日のスープいつもより元気ないプール。素材に新鮮味が足りねえ。オイラの料理停滞してるのか？停滞は良くないプール。固まるプール。お前が固まるのは温度のせいだろ。プルはプルなりに料理を応援してるプル。よし、決めた。山に行って新しい素材を探す。ついてくるか？行くプル。プルは冒険に向いてないけど行くプル。プルルル、森は寒いプル。固まるプルよ。なら家で待ってりゃよかったんだ。トムソンを一人にするとなんか心配プール。え？なんで？料理バカだから変なの拾うプール。失礼だな。でもプル、今日は胸が騒ぐプル。新しい素材の予感するプル。お前素材の気配とかわかるのか？プルセンサーは伊達じゃないプル。なんだこの形、常識じゃ考えられねえ。プル、これ触ったらプルプル震えるプル。震える岩に揺れるキノコ、たまんねえ。たまらなくないプル。全部怖いプル。プル、動いたプル。それだけ新鮮ってことだ。完璧だ。完璧じゃないプル。これだ。プルルルルル。でかいプル。このキノコ、まるで生き物じゃねえか。惚れた。惚れたらダメプル。あれ絶対ヤバいプル。プルセンサー警告してるプル。連れて帰る。忠告無視プル。プルル、なんか起きるプル。
気のせいだろ。さて調理す。おい、止まれ、キノコのくせに。トムさん、オウプルこっち来たプル、溶けるプル。危ないから隅に隠れてろ。プルは勇者プル。でも逃げるプル。プルやめるプル。ゼルタンは食材じゃないプル。うわ、暴れ方が野生だ。やっぱ最高だ。最高じゃないプル。どうした？プル、嫌な予感しかしないプル。プルルル、飛ぶプル。おい待て。消えた？プル、これキノコの匂いじゃないプル。もっと深いプル。キノコが自分で自分を料理した？プル、すごいプル。覚悟の味プル。忘れられねえ一日になったな。また冒険行くプル。当たり前だ。素材が呼んでる。プルも呼ばれたいプル。だから信じる心ってのは案外脆いんですよ。一つ裏切られたらあっという間に崩れる。そうかね。信じるってのは大事だぞ。大事ですよ。ただ大事だからこそ壊れやすい。それを知らずに預けるのは危ない。見事な説得力だな。おや、聞かれてました？町の人々を前に語るにはいささか刺激が強い話だな。刺激がないと人は聞きませんからね。だが君は本気で言ってはいない。さてどうでしょうか。君は信じる心が壊れやすいと言った。だが壊れる理由までは語らなかった。理由なんて皆さんと同じですよ。人は裏切られます。時に自分に。それでも語り口に憎しみがない。憎んでいたらもっと乱暴な言い方をします。ではなぜ語る？試しているんですよ。誰を？聞いている人たち、そして聞き耳を立てていたあなたを。君は危ういな。よく言われます。だが面白い。それもよく言われます。名は？名前は龍馬。旅のものです。旅で得られる学びにしては視野が深い。旅は見たいものではなく見たくないものの方を多く見せますからね。そこで育った考えです。ならば国を見るのはどうだ？国は旅より面倒ですよ。分かっていて言ってるだろ？ええ。一度城に来る気はあるか？口説くのが早いですね。逃すと二度と会えない気がした。行きましょう。あなたは賢者と見た。私を扱えるか楽しみだ。
決まりだ。ついてきなさい。王様、ご紹介したいものがおります。旅のものと聞いたが、何ができる？できるかどうかはやってみなければ。この案件は5年間誰も解決できなかったものだ。やれるか？拝見します。はい、できるかと。面白い。ならば任せてみよう。期限は今日中だ。承知しました。それは触れたら揉めますぞ。揉め事を恐れるがゆえに5年動かなかったのです。速度も精度も並外れている。終わりました。本当に今日中に？積み重なった無力という名の糸をほどいただけです。見事だ。過分なお言葉です。妙だな。君の言葉にも動きにも光が、温度がない。気のせいでしょう。気のせいであればいいがな。王様、このものは使うべきです。アーケルがそこまで言うとは珍しい。理由は後で聞こう。はい。龍馬。はい。君の能力は素晴らしい。だが闇があるな。どんな闇です？知らぬふりをするな。私の闇を利用するおつもりですか？シンシア王国の王族は全員光だ。だが光を輝かせるには時に闇を扱える人材が必要なのも事実。興味深い考えですね。君は自分が危険だと分かっている。だからこそ導きようがある。ついてこい。君の席を作る。私を信じて大丈夫ですか？この国の教えは信じることだ。その建前が揺らぐことのないことを願っております。ですが私は自分の能力に自信はある。また民を思う気持ちは本物です。ただし皆様とは手段は違うかもしれません。それでも良いのですか？信じるとは
預けることだ。王様、龍馬を宰相に。闇を知る者を光の頂点に置くのか？頂点に置かねば、もっと危険です。龍馬は器が大きすぎます。合わぬ器に押し込めば、国が歪む。敵となれば、この国を滅ぼすでしょう。ならば、手元に置くがよろしいかと。王様ならば、きっと扱います。よかろう。龍馬、国の柱、宰相を任せる。拝命いたします。これからこの国にはいろいろなことが起こるだろう。だが王様とこの男ならきっと乗り越えられる。なぜか確信がある。龍馬、少し休みなさいな。ありがとうございます。母上のお茶は本当に落ち着きます。あなたは王学のすべてを習得し、剣の腕も名だたる剣豪を倒し、自由厳美。歴代の王子の中で最も秀才となりました。私の誇りの息子です。与えてくださったのは父上と母上ですよ。龍馬、学びは順調か？はい、今日は各国の交易史をまとめています。読めば読むほど父上の決断が正しかったのだと実感します。お前は褒めすぎだ。だがその素直さが私の誇りだ。そうだ、兵の帰還の知らせが入った。この国は今日も無事であるらしい。皆様、日暮れ前に戻られたのですね。よかった。王様、本隊は無事帰還しましたが、一人だけまだ確認が取れておりません。一人か。父上、夜になると闇が近づくという言い伝えがありますが、大丈夫でしょうか？大丈夫だ。遅れることは誰にでもある。仲間を迎えられぬ王に民はついてこない。はい。門は迎えるためにある。心配せずともよい。王様、遅れていた者が
縄文に到着したとのことです。そうか、よく帰ってきた。父上の言われた通りでしたね。当然だ。仲間を信じることに理由はいらん。あの頃の私は父上の言葉を疑ったことがなかった。この国もこの家族もずっと続くものだと信じきっていた。今日も無事に皆様が。遅れた者も帰ってきた。これでようやく国も休める。父上、あの兵少し疲れてるように見えました。長い任務だったのだろう。明日になれば気力も戻る。王様、城内の巡回兵と連絡が取れません。連絡が？一部区域で争っている気配が。争い？この城でそんなこと起きるはず。落ち着け。確認が先だ。あなたどうして？わからぬ。何が起きている？父上、私も行きます。来るな龍馬。今はお前は自分を守るのが先だ。やめろ。何を。仲間同士だぞ。なぜ？原因は後だ。龍馬を地下へ連れて行け。龍馬、早く。父上、あれは。見るな。早く行け。何を？行きなさい。母上、開けて。父上？母上？誰だ？哀れだな。哀れ？誰が？お前の父だよ。弱く、脆く、
愚かな人間の代表だ。父を侮辱するな。侮辱？事実を述べただけだ。あれほど優れた男が信じるなどというお飾りの観念に酔い、自国を丸ごと差し出したのだ。その剣に刻まれたな、フェリックス・マサオ。お前の父が最も信じた剣豪の紋章だ。理解できるか？お前の父は信じるという毒に酔い、国を殺した張本人だ。違う。父上は違わない。信じれば救われる。その稚拙な思想にすがり、大切なものを守ったつもりで、結果はこの惨状だ。人間は弱いから都合のいい幻想を抱くのだ。信じる心が世界を救うなどという滑稽なざれ言はない。現実を見ろ、王子。その幻想は国を滅ぼした。お前の家族を壊した。そしてお前自身もな。同じ過ちが今も息づいている。シンシア王国にな。マーサー王の血族が再び信じるという甘い毒を広めている。止めなければお前の父と同じバカが世界を裏返す。殺したのは敵ではない。信じるという幻想だ。その幻想を断ち切れるのはお前だけだ。私が？優れた頭脳、冷静な判断、情に流されぬ心、全部持っているだろう。救えなかった父よりはるかに優秀だ。行け王子、シンシア王国を分断せよ。分断？家族、友、信頼を、国を、絆と呼ばれるものをすべて。父、兄、弟、妹、家族を惑わせ、国を避け、信じる心がいかに脆いか思い知らせてやれ。そうすればロザリオと同じ悲劇を世界にまき散らさずに済む。お前の父が犯した過ちをこのお前が償う義務があるだろう。父上、罪。信じる心は毒だ。それを正すのがお前の人生の使命だ。わかった。私がやろう。シンシア王国の光を内側から断つ。良い答えだ王子。さあ行け、世界を救うために。できた！ひらめいた！世界を変える発明だ！また急に？何がどう変わるんですか？ケーゼルを驚かせるんだよ。この国の未来のためにな。未来って言えば納得されると思ってる顔だ。協力しろ、ショーン。お前の精密な技術が必要だ。僕は目がキラキラしてる。断れない。決まりだ。ここに飾りをつけよう。黄金の翼とか。いやいや、重量のバランスが狂います。この部分は 0.1 刻みで精密に。細かい。ロマンがねえぞ。ロマンで動く機械なんてありません。外すな。つけないでください。タイミング合うの。なんで？ショーン、ネジ回せ。ヒラムさん、設計図通りにしてください。設計図なんて飾りだ。本能で作るんだよ。それを技術者の前で言わないで。壊れましたね。これは試練だ。
天が我々に与えたもうた試練だ。いや、ただの失敗です。ショーン、見ろ、完成したぞ。眩しい。いや、光ってない。疲れて目が。これは王国を変える、いや世界すら変える。そこまで言うなら説明してみてください。すごいんだよ。説明できないのに世界を変えるんですか？よし、ケーゼル王の元へ行くぞ。はい。おやおや、なんだその可愛げのない物体は。ケーゼル王、これこそ我らが3日3晩で完成させました大発明でございます。動いて。うん。飾りは派手、形は奇形、説明書はない。何を隠そう、直感で動かすことのできる発明にございます。直感で使ってほしくない。今のは動けという合図だったのだがの。もう一度叩きますか？王様に叩かせる気ですか、ヒラムさん？これは役に立たん。だが作ったものの顔はなんとも良い顔をしておるな。苦労しただろう。ご苦労。ケーゼル王、世はこういう無駄が好きだぞ。役に立たんってはっきり言われたな。でもなんか怒られなかったですね。ケーゼル王、あれでも喜んでた気がする。無駄が好きって普通の王様なら絶対言いませんよ。うんスノップさん、帽子置きにすると王様は使うと思うよ。帽子を置くのにちょうどいい高さ。ケーゼル王、確かに使いそう。あの人3日3晩帽子置き。完成度だけは高いのがまた腹立たしい。でもなんか悔しくないですね。だな。ケーゼル王に笑われた気がするけど悪くなかった。次はちゃんと動くやつ作りますか？おう、今度こそ王様をぶったまげさせてやる。また巻き込まれる。でも嫌じゃない。次の発明は王様の椅子を勝手に回す装置にしよう。それ絶対怒られます。だから言ったろ、そんなに欲張って抱えるなって。だって兄ちゃんと同じ量じゃないとかっこ悪い。同じじゃねえよ。兄ちゃんのは男前3束分で、お前のは豆3束分だ。豆じゃないもん。ちょい男前1束分くらいはあるもん。自分でちょいつけてんじゃねえよ。ねえ兄ちゃん、将軍様ってさ、村の人全部守れるの？全部は無理だろう。でも全部守ろうとしてあがくやつが将軍なんだと思う。じゃあ兄ちゃん向きだね。
なんだよ急に。だってさ、兄ちゃんこの前だっておばあちゃんの荷物全部持ってあげて腰やっちゃってたし。うるせえ、あれはサービスだ。全部守ろうとしてあがくやつでしょ。まあな。じゃあ僕決めた。兄ちゃんが一番前で戦う将軍になって、僕がその後ろでいろいろ考える偉い人になる。お、役割分担？兄ちゃんがバシーンって戦って、僕が兄ちゃんこっちって指さして、みんなでうおーって勝つの。なんだよそのうおーは。兄ちゃんいつもうおーって言ってるよ。言ってねえよ。さっき薪持ち上げた時もうおーって。それは普通に重かっただけだ。そうだ、お兄ちゃんがよく歌ってる歌覚えたんだ。歌うから聞いてよ。僕は一人君を思い出していた。その手その目、君を思い出していた。呆れるほどそばにいたはずなのに、今は触れることもできないなんて。会いたい気持ち胸にあふれて、こんなに痛いのなぜ苦しいの。失うものなど怖いものなどなかったはずだったけど、今はそれに気づいたんだ。君がいるから僕だってお手伝いくらいできる。君も一人僕を思い出すかな。声を顔を君は思い出すかな。なんだって手にできるはずなのに、一つ感じることができないなんて。言葉にならない想いがめくる。どれだけ長いのまだ続くの。何気ない日々が普通の毎日がかけがえものだと、今はそれに気づいたんだ。君がいるから必ず将軍様になってね。将軍になっても帰り道はこうして二人で巻き持って帰るか。将軍になっても薪運ぶの？当たり前だろ。将軍が巻き運んでたら村のみんな笑うぞ。それちょっといいかも。だろ。兄ちゃん怖いよ。大丈夫だ。ほら手。あ
離すなよ。走るぞ。ここは危ねえ。どこだ。なんでだよ。なんで。離すなよお前。あの日から20年。カドフ、お前がなれと言った将軍に兄ちゃんなれたよ。だけどな、この手の先だけはあの日からずっと空なんだ。兄ちゃんはまだ進むぞ。お前が見たかった未来を俺が最後まで見に行く。コーゼリア、コーゼリア。あの時から兄ちゃんはずっと笑顔のままなんだ。お前が好きだと言ってくれた笑顔のままだ。あの時からずっと。寒くない？手冷たくなってきてないか？大丈夫。お兄ちゃんがいるから平気。大きくなったらね、私お兄ちゃんのお嫁さんになるんだ。コーゼリア、お前はもっと素敵な人を見つけなきゃダメだよ。お兄ちゃんが一番素敵だよ。まったく、ほら手が冷えてる。私お兄ちゃんの笑顔が大好き。えそう言ってくれるのはお前だけだよ。だってね、お兄ちゃんが笑うと私どんな日でもあったかくなるの。よし、釣れたー。ねえお兄ちゃん、今日釣れた魚ね、ちょっとブサイクで可愛かった。魚にブサイクも可愛いもあるかよ。でもまあお前が笑ってるなら可愛かったんだろうな。お兄ちゃんだって笑ってたよ、ニヤーって。おい、ニヤーは余計だ。急ごう、今日は降りそうだ。
コゼリア、怖かったら兄ちゃんのそばにいろ。お兄ちゃんがいるから平気。コゼリア、ちょっと兄ちゃんの背中につかまれ。え、なんで？コゼリア！大丈夫、大丈夫だ。お兄ちゃんがいる。お兄ちゃん、変な顔。変じゃないよ。兄ちゃんのいつもの笑顔だ。水がなくなったらすぐあったかいスープ飲もうな。お前の好きなやつ兄ちゃんが作ってやる。あ、今日釣った魚も食べよう。あんなブサイクなのなかなか釣れねえぞ。お兄ちゃん、ねほら話してよ。まだ寝る時間じゃないだろ。眠くなったら困るぞ。コゼリア、コゼリア、おい返事しろよ。お兄ちゃんの笑顔が好きなんだろ。なんでだよ、なんで。お兄ちゃんがもっと強かったら。なんでだよコーゼリア、コーゼリア、兄ちゃんは笑顔を絶やさない。どんな時もずっと笑ってるよ。そう、お前が好きだと言ってくれた笑顔だ。いつでもどんな時も。ほら見ろよケンタニオ、みんなすげーって顔してるぞ。こんなの簡単だろ。なあレオと俺天才だもんな。ケンタニオは努力の塊だろ。毎朝こっそり練習してたの知ってるからな。おい言うなよ、それ恥ずかしいだろ。ほらこんなに頼りにされてる。困ったらケンタニオが何とかしてくれるって本気で思ってんだよ。勝手に期待すんなよ。でもまあ困ったなら言えよ。俺が何とかしてやるからさ。なあケンタニオ、お前が笑うとみんな本当に安心するんだよ。だろ、俺かっこいいからな。はいはい、ぶっきらぼうの天才様。だからその呼び方やめろっつってんだろ。正直に言え、誰がやった？ケンタニオ、やめろ。俺がやった。
いつも生きがって。悪いのは全部俺だ。他のやつは関係ねえ。他のみんなは部屋から出ろ。聞けよ、ケンタニオはやってなんてね。あれは俺たちを守るために言ったんだ。大人の前で俺たちが何か言ったらケンタニオの覚悟が壊れる。あいつが守ろうとしたもの全部無駄になる。だから耐えろ。今はあいつを信じるしかないんだ。昨日のままじゃダメだ。ケンタニオに謝ろう。ありがとうって言うんだ。ケンタニオ、昨日はすまなかった。俺たち分かってるんだ。お前が俺たちを守ろうとしたんだって。ケンタニオ、どこに行ったんだあいつ。まさかケンタニオ、気づいてくれよ。お前はいつも一人走り出しちまう。レオとみんな、お前らが信じてくれた覚悟、ようやく守れるくらいに強くなった。俺は将軍になった。あの日一人で走り出したまま終わらないように、誰かの声を今度は聞けるように生きる。元気でいろよ。俺が守りたかった村、今もちゃんと光ってる。おーいマサロ、ボサッとしてんなよ。今日で決まりだ、雪山制覇。だよな、その背中。何も言わねえけど行くぞって言ってんの分かるんだよ。言っとくけどなマサロ、お前は黙ってても気持ちが分かるんだよ。こう背中で喋ってるってやつ。ほらまたその顔、照れてんな。いいか、成人の山越えを成功させたら俺たちは正式に大人だ。今年は俺たちの番だろ。よーし来た、その返事。お前と一緒なら山なんか怖くねえ。なあマサロ、覚えてるか？昔川で流されそうになった時、お前が無言で俺の襟引っ張ったろ。あれでこいつは一生ついてくるやつだって思ったんだ。お前は言葉が少ねえけどその代わり行動がでけえ。俺が吠えてお前が黙って支えて、それが最強なんだよ。お前な、こういうとこほんと助かるんだよ。寒がりなの知ってんだろ。今日は絶対に登ろうな。途中で黙るなよ。いや黙っててもわかるけどな。絶対制覇だマサロ。帰ったら村のみんなに俺たちがやったんだぞって言ってやろうぜ。
なあマサロ、あと少しだ。この先の尾根越えたら。ガイア、風が強すぎる。待って、風が止むのを待とう。お前はほんと慎重だな。こういう時こそ勢いだろ。勢いより生きて帰る方が大事だ。その言葉が聞きたかったんだよ。お前にそう言われるとなんか安心すんだよな。マサロ、おい、見えてるか？ガイア、そこを動くな。そのまま来いよ。マサロ、こっちだ。聞こえるか？聞こえる。そこ動くな。マサロ、おい、聞こえてるよな？聞こえてる。聞こえてるから返事を。ガイア、返事を返せ。ガイア、ガイア、頼む、返事をしろ。俺はお前の声が欲しいんだ。ここどこだ？助かったのか？あれ？ガイアは？もう一人の連れは？どういうことだ？あと一人いた。聞こえて返事があったはずだ。なんで俺はこんなに近くにいたのに。俺は叫んでいたつもりだった。でも届いていなかった。お前の声も聞けなかった。俺はガイア、お前はどれだけ呼んでいた？今日で20年目。ガイア、聞こえるか？あの日からずっと考えてる。俺は本当に声を上げていたのか？お前の名をちゃんと呼んでいたのか？聞こえる声で、届く声で呼べていたのか？ガイア、俺はまだお前と登っている。見て、これ取れた。おお、それうまいやつだな。見りゃわかる。ケニーが喜ぶと思って頑張ったもん。別に俺のためじゃなくて晩ご飯のためだろ。私、ケニーが褒めてくれると嬉しいんだよ。そういうのは心臓に悪い。ケニー、かっこつけてる。かっこつけてねえよ。ねえケニー、帰りにあそこで休もう。今日は景色が特別綺麗に見えるよ。いいけど。ほんと？
嫌がると思ってた。俺は嫌がりそうな顔してんのか？うんちょっと。おい、ケニーと見る夕日一番好き。そんなこと言われると調子狂う。じゃあ言わない方がよかった？いやケニー素直。言われたら嬉しいって言えよ、普通に。ケニーってさ、起点が利くでしょ。何でもすぐ考えてすぐ動ける。それがね、ただすごいだけじゃなくて優しいんだよ。やめろやめろって。だって本当のことだもん。よし帰るぞ、暗くなる。はいはい、ケニーは照れると逃げるんだよね。逃げてねえよ。ケニー、今の音なんだ？なんか怖い。リラ、いいか、ゆっくり歩け。振り返らずに村まで走れ。そんで家に入って鍵をかけろ。ケニー、大丈夫だ、俺が確かめる。こいつら盗賊団じゃねえか。しかもすごい人数だ。屈強だ。まずい、戦ったら誰か犠牲が出る。リラも逃がすしか。全員を一人も犠牲を出さずにだ。考えろ。間に合わねえ。大人に知らせても遅い。動けるのは俺しかいない。火事？あ、夕日か。いや、火事に見える。これなら大人も子供も動く。戦う必要もない。犠牲が出ない。火事だー！丘に逃げろ！今すぐ！火事？火事？どこだ？どこだ？あそこだ！急げ！後ろを見ないで！年寄りを先に、子供は手をつなげ！丘まで行けば安全だ！走れ！走れ！走れ！ケニー！ケニーはどこ？よかった、全員来た。一人の犠牲も出なかった。火なんかないじゃないか。嘘をついて混乱させたのか。違う、強盗が村に向かってきてるのを見たんだ。だから俺は。強盗ならなぜ剣を持って戦わなかった？とんでもない人数だった。男だろう、村を守れ。戦ったら誰か犠牲になる。子供もリラも巻き込まれる。言い訳するな、臆病者め。火だ、盗賊だ。とんでもない人数だからケニーは戦ってたら犠牲が出たの。ケニーは正しかった。村をどうしてくれるんだ。こいつが全部悪い。全てを失ってしまった。どう責任を取るんだ。みんな無事ならどうにでもなるじゃない。なんでケニーを責めるの？ケニー、お前は追放だ。わかりました。ケニー、行かないで。悪くない。待って。元気でいろよ、リラ。俺、将軍になったぞ。リラ、お前元気か？あの背中、なんでこんなに胸が痛いの？守れなかった過去ばかりを思い出すけど、お前の笑顔は今でも俺を支えてる。リラ、俺はまだお前を守りたいと思ってる。よし、今日は絶対集中するからな。パンパ、静かに頼むから。静かに。二人とも外に出ろ。二人？こいつも人扱いなんですか？歌とは
人を動かす力だ。はい。喜びや悲しみ、そういう浅い感情では届かん。もっと深いところだ。心を読み解け。人が何を恐れ、何を抱きしめ、何を失い、それでも何を信じているのか。師匠はどうして歌うんですか？歌わん。歌わない理由を聞いても。歌は残る。人が消えてもな。残り続ける者には覚悟がいる。お前にもわかるのか？お前はなぜ歌いたい？忘れられたくないんです。誰かの心に僕という存在が残っててほしい。歌で。ならば作れ。逃げるな、お前の音から。心を読む歌はお前自身を読む歌だ。そこでなっちゃダメなんだよ。感動の台無しだ。いや違う、パンパ責めてるわけじゃ。ああもう。パンパ頼むから今日は、いやこの3日間は静かにしてるんだ。違う、これじゃ浅い。師匠の言う深い心、どこだよ。パンパ、僕怖いんだよ。誰の心にも残れなかったら、師匠に見捨てられたら。ありがとな。よし、もう一度僕の音を作ろう。できた。師匠に届ける音だ。泣くなよ。僕も泣いちゃうじゃないか。師匠、できました。これが僕の歌です。歌います。ありがとうございました。師匠。師匠、やっぱり届かなかったんだ。パンパ、お前最後まで励ましてくれたな。お前だけはずっとそばにいてくれたんだ。パンパ、ありがとう。あれからだいぶ時間が経って、僕は将軍になった。風の将軍だ。パンパはいつの間にか僕のそばからいなくなった。ある時不意にね。彼女のことだ。どこかで元気にやってるに違いないけど。パンパみたいだ。おい
フカロ、また順番を譲ったな。僕最後でも全然平気だよ。平気とかじゃねえよ。今日はお前が先に渡る日だろ。でもみんなが急いでるし。だからって自分から後ろに行くなよ。お前優しすぎて風で飛んじゃうんじゃないか。ほらあの子も急いでる。先にどうぞって言いたくなる。譲ったらダメだ。譲ったら負けなんだよ。負けって変だよタル。変じゃねえ。掟ってのはな、昔の人が神様に怒られねえように決めたんだ。順番を守ればみんな安全に渡れるようにな。僕体力あるし後ろでも全然楽なんだけどな。ほら出た、そういうとこ。いいよいいよばっか言ってるとみんな本当にお前に甘えてくるんだって。でも怒れないんだよね。お前はそういうやつだよな。でも好きだぞそういうとこ。タル照れんな。恥ずかしいだろ俺が。フカロ、なんでまた後ろなんだよ。だってみんな早いし僕は後でいいよ。よくねえよ。見ろよ、みんなフカロは後ろって顔してんぞ。なんかそうなってきたね。お前が譲るからだろ。優しいから後ろでいいよって勘違いされてんだよ。怒らなくていいよタル。僕は平気だから。平気じゃねえって言ってんだろ。フカロ、なんで笑ってんだよ。タルが来たら嬉しいから。そういうとこずるいんだよお前。でも本当に後ろでいいんだ。タルが前を歩いてたらそれだけで安心するし。バカ、そんなことを言われたらさ、俺ずっと前を歩くしかなくなるだろ。じゃあお願い。しょうがねえな。でもフカロ、掟はみんなを守るためにあるってのだけは忘れんなよ。タルが言うなら覚えておくよ。フカロ、今日はお前が先の日だろ。でも僕は後ろでいいよ。またそれかよ。フカロが順番を守らねえなら全員で一緒に渡るぞ。それなら誰も文句はねえだろ。タル本当に大丈夫？お前が前に出ねえなら俺が引っ張ってやるよ。ほらしっかりついてこい。ビビんな。お前は俺が守るから。フカロ戻れ。タル出よう。いいから早く戻れ。フカロタル、あの日守れなかった友、譲るだけじゃ誰も守れない。掟は人を縛るためじゃなかった。守るためにあったんだ。掟はみんなを守るためにある。お前が言ってくれたこの言葉、今も胸に刻み込んでるぞ。入るよレオ。姉ちゃんのってあったかい。昔から変わらないや。
そりゃそうだよ。テオが小さい頃、泣きながら熱出した時もこうやって見てたんだよ。覚えてる。姉ちゃんだけが僕の家に来てくれた。姉ちゃん、本当は怖いんだろ？みんな倒れて、外も静かすぎるし。怖いよ。でもね、弱音はテオだけには見せない。昔から言ってるでしょ？なんで僕にだけ隠すんだよ。だって、テオは弟みたいな子だから。テオが一人で踏ん張ってきたの、ずっと見てきたのよ。僕、強くないよ。知ってるよ。でもね、強くなくていいの。私が笑ってる理由はね、テオに光はまだあるって思ってほしいから。姉ちゃん、なんで毎日光を入れるの？光はね、生きてる証拠だから。テオが一人で暮らす部屋からそれが消えるのが嫌なの。姉ちゃん、弟のこと思い出してんだろ？そうね。あの子もこれくらいの年だったんだ。今どこで生きてるのか全然わからないけどね。元気にしてるかなって毎朝光を見るたび思うの。じゃあ僕も光見るたび姉ちゃんの弟を思い出すよ。ありがとう。早く元気になってね。姉ちゃん、また来てくれたんだ。当たり前でしょ。テオは一人なんだから放っておけるわけないよ。姉ちゃんこそ休んだ方がいいんじゃないの？大丈夫だよ。強いから私。姉ちゃん。何？僕が元気になったらあの丘また一緒に行こうね。行こう。ちゃんと直してね。そのために私はここにいるんだよ。なんか今日は苦しくない。姉ちゃんすげえな。姉ちゃんどこ行ったんだよ。姉ちゃんどこ行ったの？セラ姉ちゃん。姉ちゃん弱いとこ最後まで見せなかったな。姉ちゃん聞こえてるか？弱さを見せなかった理由ちゃんと分かったよ。俺に光を残すためだったんだろ。今度は俺が誰かの光になる。よし、じゃあ今日も作りますか。
悪い。俺今日でやめるわ。えはあ角さんやめるって本気で？ああ、本気だ。俺何かを作ることにもう飽きた。もう飽きたってお前、作ることが生きがいだったじゃないか。だからだ。俺は作らねえ仕事をやりてえ。作らない仕事ってそんな理由で？おいツロフ、説明しろよ。パパよ、俺は行く。作業員募集、訳あり経験不問、とにかく割るだけ、割って割りまくれ。これだ。作らねえ、考えねえ、壊すだけ、完璧じゃねえか。転職に転職だー。よし、今日から俺は薪割り角フだ。名前はスノフ。やる気あるか？作らねえ仕事に全力をかけるため来ました。よくわからんが採用だ。よし。薪割りはな、こうやるんだ。ここに立つ。足玉はこっち。おい、今は何か言ったか？いえ、何も。斧は肘の角度を42度にする。呼吸は3秒吸って2秒止めろ。さて、ずいぶん時間が経った気がするが、そろそろ夕方かな。何？たった30分しか経ってない。時間が経つのが遅え。なんだこの無駄な並べ方。よし、俺が何とかしてやる。こっち側に細い薪を先に置け。太いのは左右バランス取れ。角度はこう、腕はこう振れ。無駄な動きすんな。あー、気分がいい。すげえな角フ。今日の薪半分はお前がやってるじゃないか。まあ、こりゃ期待の新人が現れたもんだ。明日も頼むぞ。気持ちよくねえ。手応えがねえ。なんでだ。やっぱり俺は形になるものを作りてえんだ。やってるよ、おかえり。角木さん、お疲れ様でした。ただ壊すだけの作らない仕事、俺には無理だった。最初から分かってたよ。ただいま。力春人、その力半分でいいのですよ。
でも隊長、強く振らねえと強くなんねえだろ。違いますよ。力は守るために使うもの。あなたの剣は仲間をも恐れさせています。そっちか。私たちは怖がらせてはいけません。コーリック、その構え、私は好きですよ。言葉がなくても伝わります。あなたのまっすぐさは段の柱です。あなたは本当に静かですね。隊長、すみません。大丈夫ですよ。落としたら拾えばいいだけです。僕いつも緊張しちゃってみんなみたいにうまく。ユシエル、あなたは誰かの背中があると安心するでしょう。はい。では私の後ろに立ちなさい。私が歩けばあなたも進めます。隊長は本当に心強いです。私はあなたたちの隊長ですから。みんな、バラの騎士団が守るのは剣ではなく心です。心か。ええ、礼節、清廉さ、そして仲間を思う心。それができればあなたたちはもう立派なバラの騎士ですよ。そんな簡単に言いますけど難しいですよ。難しく考えているだけですよねえ、ゴリック。くそ、なんで隊長の言葉ってこう胸にくるんだよ。みんながまっすぐ育てば、それが私の誇りです。ようこそ、イサオス様、宰相様、どうか我々をシンシア王国に迎え入れてください。村長、事情は聞きました。強盗が続いている。まずは落ち着いて話を。落ち着けるものか。村は限界なんだ。今日も見張りが倒れた。どうか今すぐ警備を派遣してください。王子であるあなたなら決められるはずだ。村長、私は王ではありません。勝手な判断はできません。まずは王へ報告し、正しい手段を踏む必要が。手順などどうでもいい。村が襲われているんだぞ。嘘はつけません。今この場で確約はできない。それが王族の答えか。信じていたのに。シンシア王国は我らを捨てるのか。村長、あなたの願いは理解する。だが一つだけ誤解がある。誤解？あなた方はシンシア王国の民ではない。税も義務も果たさず独立を選んできた。そのあなた方をシンシア王国に守れというのは道理が通らない。なんだと？政治の責任者は私だ。国の秩序を守るため今この場で受け入れはできない。決定は私の権限で下す。宰相殿、あなたは私たちを切り捨てるのか？切り捨てるのではない。今は答えられないと言っています。龍馬様、龍馬、お前は私をかばったのだな。いえ、考えすぎです。私は道理を伝えたまでです。龍馬、宰相様の言葉、確かに受け取りました。私たちの守るべきものは王家だけではないようですね。あの背中も守らねば。
おら師匠、俺もう城で通じるだろ。実力は十分だ。力はある。しかしお前を士官には出せん。なんでだよ。俺は将来将軍になるんだぞ。くそー。俺ら師匠、力が足りねえって言うならもっと鍛えてやるよ。足りぬのは力ではない。じゃあなんだよ、言ってくれよ。時が来ればわかる。ああ、もうそういうのが一番ムカつくんだよ。くそー。力春と力は示すためのものではない。俺は示したいんだよ。俺が一番強いってことを。背負う覚悟がない者に力は使いこなせん。覚悟なんて戦えば勝手についてくるものだろ。だったら証明してやる。俺の力が本物だってことを。あ、町があるぞ。ここだったら。これ以上店を荒らされるわけにはいかねえ。やってやる。ごたくはいいって、かかってこいよ。俺の強さ教えてやる。ほらな、言ったろ。俺は誰にも負けねえんだよ。大丈夫だ。泣くな。なんとかする。今日お店開けなかったらご飯どうなる？なんとかする。お前なんで決闘なんか受けたんだよ。俺はただ守りたかっただけだ。力春と聞いたぞ。俺は自分の力を誇るためだけに剣を振っていた。お前が倒した男は家族を守るために戦った。お前との差は背負っているものの差だ。俺は何も背負えてない。守られてることすら知らなかった。分かったようだな。ならば今がここを出る時だ。師匠、俺覚悟を持ちます。誰かを背負える剣を触れるようになります。行け。バラの騎士団はお前のようなものを必要としている。その力、誰かを守るために使え。力春と。覚悟。俺は
よし、準備はいいか。行こうぜ。それ持って飯も持たないとな。腹にいっぱい持ったぞ。準備は大丈夫か？バッチリだ。国境での騒動は小規模ですが油断しないでください。はい。間に合っどうしました？た。見送りくらいさせて。心配しないでって言うんでしょ。心配しないでください。それ一番心配になる言い方。帰ってきて。帰りますよ。さあみんな出発だ。元気いっぱい、胸いっぱい。任務完了しました。おかげで一人の犠牲も出さずに終わりました。ありがとうございます。なんだ、どうした。逃げろ。大変です。川が氾濫しました。早く逃げろ。ダメだ、水が来るぞ。慌てないでください。高台へ。さあ。ありがとうございます。お気をつけて。帰る。大丈夫か。よかった、ここなら大丈夫そうだな。隊長は最後まで案内してた。隊長コーリック様。川が氾濫してコーリック様の部隊が孤立しました。コーリックは？大丈夫です。彼は戻ります。帰るって言ったよね。ここは大丈夫でしょうか。焦れば危険は増します。落ち着くことです。わかりました。みんな休んでください。
交代で見張りましょう。ありがとうございます。帰ってきて。帰りますよ。中へ冷えます。まだ。しんがりに立つ者は戻る覚悟があるものです。戻りました。遅い。すみません。でも信じて待ってた。約束したので。お腹減っても胸いっぱい。良い方だ。覚えるのも早い。本当ですか？僕もっと早く触れますよ。速さより心を整えろ。心ですか？剣は腕で振るものではない。心で読むのだ。相手が迷えば迷いを、相手が恐れれば恐れを、相手が決めればその覚悟を感じ取れ。感じ取る？どうやって？来い。はい。動けない。心が揺れている。読めないのではない。読みすぎているのだ。読みすぎ？お前は人の心に悟り、それは剣士の才にもなるが弱さにもなる。弱いってことですか？違う。揺れる心を持つ者は強くもなれる。ユシエル、強い者とは心を閉じたものではない。僕強くなれるんでしょうか？なれる。だが心の揺れから逃げる者は強くなれん。逃げる？今日なぜお前が止まってしまったかわかるか？怖かったからです。師匠の心が読めた気がして、どうしていいかわからなくて。それでいい。
お前は感じている。それこそが剣士の目だ。目？その目を育てるのもお前自身だ。わからないものと向き合うことが剣士の始まりだ。読めないんじゃない。読みすぎて怖いか。でも変わりたい。強くなりたい。まただ。読んじゃ全部怖い。止まれよ。止まれって。うるさい。全部聞こえる。なんで？ねえ、大丈夫？読めない。読めないって何の話？君、何も揺れてない。心が。ねえ、息が整ってないよ。倒れてるのかと思った。違うんだ。人の心が押し寄せて。よくわかんないけど、深呼吸すれば？なんでそんな普通に？普通だよ。困ってる人いたら声かけるでしょ。読めない。本当に何も。読めなくていいよ。僕も君のこと読めないし。え？だから僕は君と同じさ。さっき怖かったんだよね。心を読んでないのになんでわかるんだよ。顔、普通に怖そうだった。顔？でもそんなの誰だってあるよ。僕だってある。君も心が揺れたりするの？するよ。3日に1回くらい。少な。ねえ、心が読めちゃうんでしょ。すごいことじゃん。だから弱いんだよ。読めちゃうから怖くて。読めるならそのまま強くなれば？そんな簡単じゃ。簡単じゃない。でも捨てなくていいとは思う。なんでそんなまっすぐ言えるんだよ。だって思ったから。迷うと進みにくいでしょ。それができないんだよ、僕は。じゃあできるまで一緒に歩こうよ。そろそろ帰ろう。倒れたら危ないし。あなたみたいな人初めてだ。え？僕多分変われる気がする。変わるとかじゃなくてさ、そのままでいい。心じゃなくて見たものをありのまま信じるんだ。僕を弟子にしてください。いや弟子とかは取ってないよ。お願いします。弟子ではないけど大切な人を守る仕事ならあるよ。何でもやります。分かった。じゃあ明日の朝お城の門で待ってるからおいで。僕の心が揺れていない。建国式まで1ヶ月。荘厳なドレープとシャンデリアを頼む。
4月10日までには設置してくれ。期待しておるぞ。お任せくださいって返事しちゃったけど、今なんて言った？ドレープとシャンデリアを頼むって。違う、その前。確か黄金なドレープとシャンデリア、言葉としておかしくね？黄金のならわかるけど、黄金なって何？もう一回聞いてくれば。待て、宮廷工房たるもの、聞き漏れなどあってはならない。規則を忘れたか、恥を知れ。どんな規則だよ。二人とも大丈夫ですか？たく、アーケル様は将軍って言ったんです。将軍？そうです。将軍専用八将軍がお越しになるんですよ。普通の装飾なわけないじゃないですか。将軍専用？確かに八将軍は特別だからな。将軍専用ドレープと将軍専用シャンデリア、ここを担当できるのはもう我々しかいないんです。なるほど。まず将軍といえば銀です。ここ大事。銀？黄金じゃねえの？違います。黄金は王族の色、将軍の色は銀。王族イコール黄金、八将軍イコール銀。これは常識です。言われてみれば普通はそうなのか？確かに王族と同じ色じゃ区別つかねえしな。だから銀のドレープ、銀のシャンデリア、将軍を銀の反射で光らせるんです。ショーン、お前すげえな。確かに銀だな。もう銀しかねえわ。将軍は銀。納得だ。将軍専用のアーチはこの高さでいきます。いいな。将軍の身長でも問題ない。反射板を両側に入れようぜ。将軍が光を浴びやすいように。さすがです。将軍輝き度が上がる。将軍輝き度ってなんだよ。俺らすげえもん作ってんな。はい、これは王国の未来を変えますよ。見てください、圧倒的な将軍専用感。将軍だこれ。色も形ももう将軍って顔してる。つまりアーケル様の依頼通りの仕上がりということです。完璧だ。俺たちどこまでできる職人なんだ。そうです。我々こそがシンシア王国の鏡なのです。ほわ、ついに完成しましたね。銀のアーチ、銀のドレープ、そして将軍専用銀シャンデリア。完璧だ。よし、納品に行くぞ。胸張っていこう。八将軍に恥じない仕事ができました。ここです。この中心が将軍の通り道です。アーチ固定するぞ。シャンデリアあげる。銀のドレープを貼れ。美しい。将軍が通っていく姿が目に浮かぶ。誇っていいぞ俺たちは。アーケル様、将軍専用銀ドレープ、銀シャンデリア、そして銀のアーチ、設置完了しました。おお、ご苦労。今なんて言った？将軍専用？はい。ずいぶん派手、いや美しいが、で荘厳な装飾はどこだ？今荘厳って言った？将軍じゃなくて？
おい、お前たち、まさか。どうします？もう直してね。手遅れだぞ。で、どうするんだこれは。アーケル様、もうここまで来たら押し切りましょう。押し切る？お前たち本気か？美しいですよね。美しいっすよね。アーケル様の目にも美しいだろ。美しい。はい、創作の新作です。これまでの古い考えを捨ててください。じゃあ押し切るか。押し切りましょう。やりましたね。誰が何と言おうと将軍専用だ。アーケル様まで納得させたんだ。間違いねえよ。この銀の輝き、国を守る力になってくれるはずです。そんな気がするな。結果的にきっといい方に行くだろう。美は正義です。美は輝きだ。美は強え。この時はよもやこの銀ドレープ、銀シャンデリアが国を救うことになるとは誰も知る由もなかったのであった。
今日の空は妙に静かじゃの。こういう日は良いことが起きるかわしが転ぶかのどちらかじゃ。じゃあ今日は転ばないでくださいね。それは困る。わしの役目が一つ減る。役目だったの？それ無論じゃ。王は国を支え、父は家を支え、わしは転んで場を和ませる。最後だけずいぶん軽いのね。そこが一番大事なのじゃ。今日かもしれません。そうか。建国を祝う日にこの子が生まれるなんて、なんだか不思議。ずいぶん目立つ日に合わせてきよった。父に似たのかもしれんの。それは困ります。なぜじゃ。愛嬌は大事だぞ。騒がしくなるから。それもまた良いではないか。静かな王宮などつまらん。でも最初に抱くのはあなたよ。もちろんじゃ。この国が生まれた日と同じ日に生まれる子ならなおさらな。王妃様、王様、準備は整いました。おお、整ったか。ならばわしの心だけが整っておらんようじゃな。アーケル、少しだけ席を外してくれる？かしこまりました。わしも外すべきかの？いいえ、今だけは王としてはもちろん、父として私の夫としてもそばにいて。それはなかなか難しい。いや、嬉しいような照れるような命令じゃ。でもあなたならできます。この子はどんな子になると思います？元気ならそれでよい。欲を言えば母に似て美しく、わしに似て愛嬌があれば完璧じゃな。わしに似てだけだいぶ軽くなったわね。王たるもの、少しくらい軽くてちょうどよい。それいつも自分に言い聞かせてるんでしょ。バレたか。でも幸せでいてくれたらそれで十分。急に母の顔になったの？もちろん。そうじゃな。フェリックスの木が倒れてから同じ春でも風の音が少し変わった気がするの。みんな笑ってはいる。でも前より少しだけ笑顔の奥に疲れが混じるようになった。お前はそういう小さな揺れを見つけるのがうまい。気のせいかもしれないけど、でもあの子たちを見ていると放っておけなくて。王子たちや八将軍のことか。早く強くなろうとしている気がして。この国は少し優しすぎるからの。それでも私はその優しさが好き。この子にも強さより先に誰かを信じて笑える心を持ってほしい。立派じゃなくていい。大きなことをなさなくてもいい。ただ愛されたことを忘れずに幸せに生きてくれたらそれで。その願いならきっと届く。そうかな。お前の願いは昔からまっすぐ届く。王は何もできんの。今は祈ることしか。祈りで救えるならわしは今頃名君じゃ。十分すぎるほど祈っておられます。アーケル、わしはな、国などいくらでも背負える。だがあやつ一人を失うことだけは背負える気がせん。笑うしかない王など滑稽じゃろ。それでも王様にしか守れぬものがあります。
生まれたか？はい。無事か？姫君でございます。そうか。王妃は？アーケル。お急ぎください。マルセリーヌ。返事くらいせぬか。王様。さっきまであれほど喋っておったのにの。この子は生きておるのだな。はい。マルセリーヌ、お前の名はこの子に託そう。忘れられぬようにではない。忘れないために。お前が願ったこの国の子供たちの幸せをわしが守る。だから見ておれ。お前のいない明日をわしが笑って支えてみせる。王様。アーケル、明日からもいつも通りじゃ。はい。王が沈めば国が沈むならばわしは笑おう。